あなたは何度も夢を見て、何度も目を覚まします。そしてあなたは知るでしょう。あの夢の色彩はいつでも手の届く場所にあることを。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、ランチアストラトスターボを制作しますよ。18年ぶりの再販という売り文句に負けて買ってしまいました。渋滞にはまった人ってこういううつろな目しますよね。ランチアのオフィシャルシールが貼られています。開封してみると1977年の当時に戻ることができます。それにしても驚異のディティール。某メーカーが現代でも再現不可能なほどの品質。お見事でございます。ドライバーフィギュアは当時から同封されていたそうですね。最初期はモーターライズキットだったそうです。特徴的なウィンドウ形状。タイヤはバリがございますがカウルに隠れるので問題なし。想像以上に大きなシャシー、そして頑丈そうです。複雑なカラーリングを再現できるデカール。作業が難航しそうな負のオーラが溢れ出ております。説明書は至ってシンプル。工程が少ないのは元モーターライズのおかげでしょうか。一応内装パーツもあるんですね。大好きなルーバー。最近はルーバーが用意されている車ってあるのでしょうか。デカールの指示が妙に簡単そうに感じるのはタミヤ様の催眠攻撃。こんなカラーリングが簡単なわけないのは誰だってわかります。特殊な塗料はレーシンググリーンとブライトレッドでしょうか。デカールで仕上げる人には必要ない気がしますが、タッチアップ用に用意しておくのが良いかもしれませんね。この嫌がらせのように広がるダクトの溝、そして宇宙船のようなフォルム、リアにかけてゴツゴツとしたいかついフェンダー、当時には似つかわしくない時代錯誤のデザイン。ここにパーキングラインがございます。デカールや研ぎ出しに邪魔になるので削っておきましょう。深くはっきりとしたパネルライン。全くタミヤ様がいると他メーカーの立場がございませんね。ホイールは前後で幅の違いが凄まじいです。あまり見慣れない輪っかのパーツ。まあ適当にカットしておきましょう。早速ルーバーが出てきました。ですが白く濡れとの指示。元は黒なんですけど。こういうところサディスティックなタミヤ様がちらほら出てきますよね。よく確認しないとランナーごと捨ててしまいそうなパーツ。何に使うのでしょうか。パーツ数が少ないので選別も楽なものでございます。今回も筋彫りだけは深く刻んでやろうと思います。この艶やかな刃先、むしゃくしゃしているときはやってしまいそうですね。
もともと溝が深いので脱線することなく掘ることができました。筋彫りで荒れた表面を整えます。400番くらいまで下げて一気に削らないと時間ばかりかかりますね。ついでにパーキングラインも削り落とします。間髪入れずに裏打ちまで済まします。下準備はさっさと終わらすのが集中力を維持する秘訣でございます。裏打ちのフラットブラックが飛び散った箇所はさっと拭き取ります。裏打ちしただけの質感。カーモデルの一番美しい姿がこの状態かもしれません。透き通ってしまうのではないかと思うほど美しい体。残念ながらその姿も塗装をして汚してゆくのがモデラーの宿命。相変わらず栄養ドリンクを持ち手にするのが一番快適。貴重なアルティメットホワイトをサフ代わりに使うのも慣れてきました。白とは思えない凄まじい隠蔽力でございます。今回もブリューヒルトホワイトを使ってみましょう。箱絵の白は青みがかっていてとても存在感があるんですよね。このブリューヒルトホワイトも微妙な青を感じます。その表現力はとても艶やかで高級感のあるホワイト。このイカれた時代のレーシングマシンにも似合うのか楽しみです。数あるホワイトの中でも特に君臨してございます。小物類の下地処理。ブライトレッドの下地にはピンクサフ。それがこの状態。絶妙な艶消し感が私の心を侵食してきます。塗ってから気がつきましたが、このパーツってシルバー指定なんですよね。ディスクブレーキだったのですね。タミヤ様のキットでホイール側にディスクがつくのは珍しいですね。とても大きなシャシー。ここだけ見ているとカーモデルではない気配すらしますね。ここで緊急事態発生。ステアリングラックが見当たりません。家族を巻き込んだ大捜索。小さい部品ならまだしも、大きくて長い部品を紛失するとは無念。黒ぬくも探してくれているようです。机と壁の隙間に挟まり込んでいました。これで鬼キャンしようにしなくて済みました。セミグロスブラックを全面に吹きつけるだけのシンプル仕上げ。サボっているわけではなく、説明書の指示がそうさせているのでございます。ブライトレッド。スプレー缶から取り出した塗料は、何台ものカーモデルを赤いバラのように染め上げてきました。
釈せず圧力ガン上げで無理やり吹きつけてみました。遠くから見ると綺麗に濡れているように見えますが、近づくとやっぱりゴテゴテになっていますね。残念ながら懲役300年でございます。隣の空き地で草刈り機の2ストロークエンジンがうなっております。この音は 30cc ですね。どうやらお隣さんは草刈り機を新調したようですね。ちょっと馬やらしい。ミラーにエナメルシルバーを流し込んで簡単仕上げ。こだわるモデラー様はミラーシートを貼るのでしょうか。ボディカウルが強制乾燥機の長時間監禁状態から脱出してきました。とても上質な肌触り。金型に数百トンの圧力をかけてプレスしたプラスチックとは思えない、高貴なる白銀のルージュのように輝いてございます。箱車キットのお約束、窓枠塗装の始まりでございます。このピラーの隙間にもデカールを貼るので、今回は先に窓枠を塗ってしまおうと思います。しかしこのリアにかけてのダイナミックなフォルム。曲線を描いたノーマルとは別物になっていますね。この細いピラーの隙間にデカールを貼るようです。クリアで保護してもマスキングに引っ張られて剥がれるのは想像できます。このアーチ状の枠ギリギリのデカールも高確率で剥がれそうです。草刈り機の音が派手になってきました。広大な敷地なので人手を増やしたと思われます。しっかり密着させるために念入りにこすりつけます。デザインナイフの刃はキットごとに必ず交換します。そっと当てるだけでも鋭利な刃があなたを刻みます。ミスは許されない一発勝負。カットラインを見失わないように一撃で決めて差し上げます。究極の集中力の世界。周囲は白く艶やかに、時が止まったかのように何も聞こえなくなります。この切れ味、痛めつけているようでうっとりします。陶水の中で頬がバラ色に染まるのを感じます。私は最高の拷問感。窓枠のマスキングさえ終わればあとは簡単なものです。一気に大きく貼るのではなく、小さいマスキングを用意して連続で貼る方が確実です。そして何より美しい作業に気分も盛り上がるのでございます。隠蔽力を重視してタミヤ様のフラットブラック。常にストックは3本は揃えてございます。希釈にはラピッドシンナー。
これで真冬でも乾燥時間を短縮することができます。マスキングを剥がす専門職があれば転職したいです。週休3日制ならなおよし。しかし窓枠を塗っただけでこの美しさ。やはり名車というのは時代を超えてもさえ渡るものを持っていますね。素晴らしい。素晴らしい結果にこのままの姿でも良いかもと思い始めています。その姿はきっとカーのように凄みを感じさせます。ラリー車両のシェイクダウン状態のようでとても素敵です。エナメルシルバーで小物類の塗装。ホイールナットやヒンジなどを色付けました。単純な形のホイールですが見入ってしまいますね。そしてゴミの塊。マスキングボール。すっかり密度が高くなってきましたね。ご覧くださいこのずっしり感。今なら頭蓋骨くらい陥没して差し上げます。想像以上にデカールが派手に主張していて驚きを隠せません。タミヤ様のデカールは薄いのに伸びない謎仕様。これは辛い時間を過ごすことになりそうです。しょっぱなからクライマックス。この無数に並ぶスリットの上にデカールを貼れとの指示。こんなもん塗装の方が100倍楽なのは明白。こんな風にスリットに追従させて貼れだなんて、さすが気分屋のタミヤ様。タミヤ様のマークフィットプロ用。デカールフィットがまたしても空っぽになりそうですね。まずは最難関のフロントボンネットから。おっと。急にゾワッとして動きを止めました。これってスリットも白のままでいいのかな。とっさに体が拒否反応を起こしたので助かりました。そっと戻しておきましょう。ダークグレーの墨入れ。ブラックも売っているのですが、ブラックの方が派手すぎるんですよね。やはり1回目は色が乗りませんね。ドライヤーで強制乾燥。20数年は使っているエナメル溶剤。いつになっても減らない謎物質。まだムラがありますがデカールを貼ってからもう一度流します。位置は完璧。ですが全くスリットに追従できていませんね。マークフィットで柔らかくしてみましょう。全く効果がないですね。よし、スリットに沿ってカットしてしまおう。
素晴らしく綺麗に晴れました。しばらくぼーっと眺めて夜食のおやつが美味しくて仕方ございません。一旦お片付けしましょう。身の回りをリセットすればまた新たな人生の始まり。海外に来からお土産をいただきました。オレオのコーラ味。回りそうでなかった味ですね。見事なまでに合成着色料がたっぷりの色味。なんだか赤いプツプツが入ってますね。これがコーラ味の正体なのでしょうか。それではいよいよ実食してみましょう。なるほど。オレオとコーラが合わないことがよくわかりました。口の中で完全に味が分かれていて不思議な感覚です。日本のオレオはこんなにも小さくなりました。物価上昇率が跳ね上がり、お月にも影響が出てございます。やはり日本の方が若干小さいようですね。挟んでいるクリームも芸術的に薄く塗られています。あと数年後には物価高に対応できずに直径1センチになってそうですね。デカールに戻って、またしても難しそうな形状。ジロでイタリアだと、ロードレースの三大大会のようですね。ツール・ド・フランス、ブエルタ・エスパーニャ、そしてジロでイタリア。この響きだけで山岳賞ジャージの水玉模様が浮かんできます。カンパニョーロ、マイヨジョーヌ、パルクール、フラムルージュ。中二病を加速させる名称が並びます。ヨーロッパのスポーツには長い歴史があり、どれも素敵な名称と美しい響きが心を捉えます。ランチアはイタリアのトリノを本拠地とする自動車メーカー。その設立は1906年。日本だと明治39年。こんな時代から自動車を作っていたとは驚きですね。風洞実験に基づくボディデザインなどを量産車において世界で最初に採用したメーカーとのこと。ムッソリーニ体制の時代から現在まで原種の公用車として使われてきた歴史があるそうです。日本ではラリーが強いスポーツカー専門のイメージ。私の中ではデルタが最強ですけどね。そして1970年に登場したストラトス。レースシーンにおいての金字塔とも言える名車。ストラトスとはギリシャ語で軍隊を意味するそうです。ですが今回の社名では、成層圏という意味らしく、ストラトスフィアからの造語とのこと。とても素敵な名前だったのですね。この美しいフォルムを生み出したのはマルチェロ・ガンディーニ。まるで未来から来たマシンのように時代を錯誤していますね。超ショートホイールベースとワイドトレッド。1974年から本格的にラリーに参戦。そして3年連続のメーカータイトルを獲得。その素晴らしい戦歴に人々は酔いしれたのでございます。他メーカーとのあまりの性能差はラリーシーンだけでは物足りなくなり、ついにはグループ5に参戦を決定します。かつてシルエットフォーミュラと呼ばれたレース。主犯者のシルエットを損なっていなければ何をしてもよい。そんな狂気のレギュレーションが成立していた最高の時代。各メーカーが相手の戦意を喪失させんとばかりに過激なチューニングが施されます。その姿はまさに地上の戦闘機。ランチアストラトスターボとして耐久レース仕様が開発され、そんな激戦区にさえ機体を持ち、突き進みます。ラリーでストラトスが星空を駆け抜けている姿をランチア首脳陣が見て、サーキットでも無敵を誇ると確信を持ったのではないかと、永遠にランチアの栄光が続くのではないかと、レースの歴史を顧みながら経緯を想像するのは楽しいものです。ちなみにグループ5を走ったランチアストラトスターボ。成績はいまいちだったようですが、今回制作しているタミヤ製キットであるジロでイタリア戦では優勝。そしてなんと1976年にはルマン24時間耐久レースにも出場しています。アセプトジルという歯磨き粉メーカーがスポンサー。
ピンクが基調のカラーリングがとても素敵でございました。女性ドライバー2人で20位完走という成績だったそうです。サーキットには苦戦したストラトスでしたが、その心意気で当時のレースファンを楽しませたのではないでしょうか。ベースとなるデカールを貼り終えました。ここからはスポンサー様がお出ましです。こういうデカールを貼ると一気に雰囲気が出ますね。イタリアとはイタリアの航空会社。残念ながら2021年に経営不振で74年の歴史に幕を閉じたそうです。特徴的なグリーンとレッドのカラーリング。ランチアといえばこのカラーリングを連想する方が多いのではないでしょうか。ランチア HF。高い忠誠心を意味し、ランチアの高性能モデルに付けられたネーミングだそうです。イタリアの国旗の配色と、丸ごろのメンソールのような配色、ラリー車のようなデカールがかっこよいです。ピラーの隙間にもデカールを貼ります。このデカールの上にマスキングを貼るのを恐れたので、先に窓枠塗装をしました。優勝した539号車。このマシンをデザインしたベルトーネのエンブレムが光ります。サンドロ・ムナーリとピエロ・ソダノ。ムナーリはストラトスでラリー・モンテカルロを3連覇。ムナーリの功績はイタリアでラリーが人気になった立役者だそうです。ストラトスラリーにはない大きなリアウィング。シンプルながらも存在感のあるデカールが花を添えてくれます。この尖ったスポイラーの先端にもデカールを貼れとの指示。今にもちぎれそうなドキドキ感。タミヤ様のデカールをそれほど信用していないので緊張感は凄まじいです。二分割にカットして貼った方が楽かもしれませんね。かなり苦戦したデカール。もう二度と貼りたくないです。やれやれ。一旦机を整頓して外の空気を吸ってきます。デカールの隙間や剥がれなどにはタッチアップしましょう。何に使ったか覚えていないレーシンググリーンと、フェラーリなら何でもかんでも塗っていたブライトレッド。多少の色の差なんて気にせず補修します。毛羽立ちや繊維落ちが少ないキムワイプ。水に浸してデカールの糊や汚れを優しく拭き取ります。EX クリア。最近は供給が安定しているようで助かっております。砂拭きを終えました。タミヤ様のデカールはクリアにおかさ安いので慎重に進めてございます。クリアの本塗りを終えました。一気にゴテゴテとした質感になりましたね。しっかりと乾燥するまでしばし乾燥機でお待ちください。タイヤはバリや段差がございますが隠れるのでこのまま使えます。フォーミュラキットではできないサボり方に気分はふわふわ。
軸受けキャップ多すぎやろ。当時のキットには珍しくディスクブレーキが再現されています。しかもホイールに取り付ける独自の方法。ラジコンみたいなカラーリングがとてもおしゃれでございます。タミヤ様の説明書は素晴らしく、重要な箇所は原寸大で描かれていることが多いです。しかし軸受けキャップを半分にカットしろだなんて指示。たまにわけわからない指示を飛ばしてくる地方の現場監督みたいですね。ですが世界一の精度はさすがのタミヤ様。もともとはモーターライズキットだったので、ステアリングの切れ角が限定的です。みかん農園に行くとこんな軽トラの改造車が活躍していますね。クリアが完走しました。やはりデカールがクリアに侵されていますね。今更どうにもできないのでこのまま進めましょう。4000番で表面を整えて様子を見ます。なかなかいい感じに補修できました。このまま研ぎ出すよりもクリアを吹き直すのが得策と判断。しかしこれが後悔することになるとは思いもよりませんでした。久々に使う1対2に希釈した EX クリア。かなり艶が出ましたね。かなり艶が出ましたね。しかしここから磨き上げる気力が失せてしまいました。完璧を求めると余裕を失います。墨入れにはダークグレー。ボンネットのスリットは濃いめに流し込んでみました。次第に面倒になって雑な塗り方になります。ヒンジ類は黒なのですがシルバーの気分だったので塗ってみました。艶消しクリア。窓枠がピカピカで違和感増し増しなので艶消しにします。筆でさっと塗ってしまうのが素組みの良いところ。タミヤ様の蓋が重機でも開かないくらいに硬くなるのはなぜでしょうか。皮膚がまくれる花瓶を握りつぶすかの二択。やべえ硬さです。しかし今や主流の押され軍手があれば一撃でございます。田舎の家でこの類の軍手をお持ちでない方は村八分ですね。
ライト周りの隙間が気になったのでタッチアップ。リトラクタブルライトが撤去されたフォルム。表情が一変しますね。より未来感が溢れ出てございます。テールランプなんておまけ程度の存在感。ですが現代の派手な後ろ姿よりもよっぽど素敵です。独創的すぎるウィンドウ形状。しかしタミヤ様は見事に再現してございます。他に類を見ないマシンにしばし時を忘れます。アナログメーターが並んだ素敵なパネル。ボディ側に装着します。内装パーツもございます。狭い車内ですが少し市販車の雰囲気が残っているようです。ようやくカウルを組み合わせます。ついに着地した姿を見て思います。その佇まいさえ罪み、レーシングマシンには戦うほどに尊敬の念を抱いてゆきます。子供の頃に観客席から見た光景は今も脳裏に蘇ります。あの夏の日、太陽が眩しく輝く中で見たレース。時が経ち世界が変わっても、あの日の記憶は色褪せることはなく、サーキットで感じた熱狂と感動は、大人になった今でも私の中で生き続けています。その思い出は、日々の忙しさに追われる現実の中で、一筋の光となって私を支えてくれます。あの時感じた尊敬と憧れは私の心の中で息づいています。絶え間なく続く歓声を浴びた名車。ランチアストラトスターボ。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。